クロスボーンヴァンガード製モビルスーツの謎。クロスボーンヴァンガードはなぜ高性能な小型モビルスーツを開発することができたのか。その歴史と裏側に迫る。クロスボーンヴァンガードとは、宇宙世紀における複合企業集団ブッホコンツェルンが設立した軍事組織である。ブッホコンツェルンの創業者シャルンホルスト・ブッホは若くしてデブリ回収業者ブッホジャンクを立ち上げ、その類まれなる経営手腕と一年戦争時代に発生した大量のスペースデブリの恩恵によって莫大な富を築き上げた。その後もその経営手腕と人心掌握によってブッホジャンクは拡大し、宇宙世紀0090時代には大企業へと発展。ブッホジャンク社を母体に航空機、高中期の開発メーカーブッホエアロダイナミクスやプチモビルスーツの操縦技術から家庭科まで幅広く学ぶことができる職業訓練学校、その他にも多くの関連企業を傘下に置く複合企業集団ブッホコンツェルンとして一時代を築き上げることになる。余談ではあるが、母体となったブッホジャンク社はインダストリアル7に支社が存在しており、ユニコーンガンダムのパイロットであったバナージリンクスはブッホジャンク社でアルバイトをしているという設定がある。コスモ貴族主義とクロスボーンヴァンガードの誕生。シャルンホルスト・ブッホは大企業ブッホコンツェルンを築き上げ、ジャンク屋として巨万の富を手に入れた一方で、宇宙戦争の拡大や急速に発達する兵器開発、そこから発生する大量のスペースデブリという廃棄物に人類の愚かさと腐敗、堕落を見て取っていた。欲望のままに再生産と廃棄を繰り返し、いずれは地球圏に破壊と滅亡をもたらすと考えたシャルンホルストは、能力的に優れたものを中心とする社会改革を志すようになる。その第一歩として中世の名家リョナ家を買収し、シャルンホルスト・リョナとして台頭し始める。シャルンホルストの思想は高貴なものの義務という言葉を主軸に、息子であるマイッツァー・ロナの働きによりコスモ貴族主義へと昇華していくことになる。さらにシャルンホルストの貴族主義という思想を引き継いだ子供たちは政界、財界に進出。これと同時に軍事力による改革を模索していたリョナ家は、宇宙世紀0090年代時にブッホジャンク社保有の私兵部隊バーナムを設立。マイッツァーを指揮官とするバーナムはジャンク業で回収したパーツやモビルスーツ、艦艇を利用し、表沙汰にはできない汚れ仕事や裏稼業を請け負う部隊として編成され、ガンダム NT1 の回収機 RX78AN01、ガンダム AN01 トリスタンやバーナム仕様のジェガン RX160G バイアランイゾルデなど特殊なモビルスーツを保有。さらにアームドベースクレベナールはブッホコンツェルンが開発した機体であった。この時地球連邦政府が計画したシャアの反乱で小惑星基地アクシズに残されたであろうサイコフレームを回収する作戦に謎の武装集団バーナムとして介入するなど、ラプラス事変の時にはすでにリョナ家はコスモ貴族主義の確立へと行動を起こしていたのである。そして宇宙世紀0100以降、時代の流れと各勢力の勢力図が大きく変化していく中、ついにリョナ家が決起する。シャアの反乱以降、大規模な紛争は消滅し、ジオン共和国の自治権放棄が行われると、ジオン系勢力は著しく弱体化。地球圏は安定性を取り戻していくと同時に、連邦軍はさらなる軍縮を加速させていった。これを好機と捉えたリョナ家は、宇宙世紀0106施設武装組織クロスボーンヴァンガードを設立させると、第2期モビルスーツの開発を開始し、宇宙世紀0123、3月16日、フロンティアサイドを強襲。コスモバビロニア建国戦争の開戦である。これに対して地球連邦政府は宇宙への無関心さと連邦軍の弱体化を理由に対策を怠り、インタビューにおいて連邦政府官僚はこの戦争を酔っ払い同士の喧嘩程度の認識しか持っていなかった。これらの認識の甘さが後に各コロニーが連邦からの脱却を図る宇宙戦国時代への幕開けを招いてしまう。クロスボーンヴァンガードのモビルスーツ開発体制。コスモバビロニア建国戦争においてクロスボーンヴァンガードは独自に開発した第2期モビルスーツ XM01 デナンゾンをはじめとする小型で高性能な機体を投入し、圧倒的な力を持ってフロンティアサイドの制圧に成功している。これらのクロスボーンヴァンガード製モビルスーツは15メートル級の小型サイズに加えて高水力と高出力の両立
ビームシールドの標準装備など極めて高度な機体性能を有していた。なぜこれほどまでに高性能なモビルスーツを開発することができたのだろうか。その背景にはジャンクや時代から続くブッフォコンツェルンの他組織との太いパイプが関連している。ジャンク回収業を通じてアナハイムエレクトロニクス社やヤシマ重工といったモビルスーツ開発産業を代表する大企業と深いつながりがあったブッフォコンツェルンは、モビルスーツ開発技術の入手に加えて部品や機体の各部ユニットも外部企業から調達していたのである。さらに自社に設立した職業訓練学校の生徒を連邦軍士官学校へと入学させ、モビルスーツデータの入手や整備、パイロット育成を極秘裏に行っていた、いわゆる産業スパイである。これらデータ技術や部品をもとにブッフォコンツェルンのグループ企業内でモビルスーツの開発・生産を開始。各企業間での忖度や効率を無視した妥協のない製造ラインを確立させたことで、アナハイムエレクトロニクス社製の第2期モビルスーツ RGM109 ヘビーガンをはるかに凌駕する高性能機の開発に成功し、ベルガ系列の指揮官機に関してはサナリーが開発した F91 と同等のスペックを獲得するに至っている。ただし OS やインターフェース、コンピューター関連に関しては F91 の方がはるかに優れていたようである。クロスボーンヴァンガードのモビルスーツ紹介。前述のように第2期モビルスーツの中でも非常に高性能なモビルスーツの開発に成功したクロスボーンヴァンガードは、機体の開発コンセプトと運用体制に明確な意図を持って地球連邦軍製モビルスーツとの差別化を図った取り組みを実行していくことになる。宇宙世紀 O123 時代の連邦軍製モビルスーツは第2期モビルスーツへと機種転換を進めていたが、本命である F シリーズの配備数は非常に少なく、ジェガンタイプを小型化した低性能なヘビーガンが大半を占めていた。それに対してクロスボーンヴァンガードは汎用性を排除し、機体とパイロットの質にこだわることで連邦軍製モビルスーツに対する優位性の確保に努めたのである。さらにモビルスーツの機体性能を見て戦略に当てはめる地球連邦軍に対して開発段階から戦略に対応した機体性能の設定を行うなど根本的な改革を推し進めていたのである。また新国家コスモバビロニアを設立するためにフロンティアサイドへの被害を最小限に抑える必要があったことから、格闘戦に特化したショットランサーの装備や脚部の足裏部にはコロニー内壁を傷つけないためのゴム製ソールを採用していた。デッサタイプ。ブッフォエアロダイナミクス社が開発した作業用モビルスーツであり、後に開発されるクロスボーンヴァンガード製モビルスーツの始祖となる機体であるが、詳しいデータやスペックは不明とされている。このデッサタイプをベースにさまざまなクロスボーンヴァンガード製モビルスーツへと分岐していくことになる。 XM01 デナンゾン。前述のデッサタイプをベースに開発された近接格闘型モビルスーツ。クロスボーンヴァンガード製モビルスーツでは最初期に開発された小型モビルスーツであり、大出力ジェネレーターとスラスターによって非常に優れた機動性能を獲得している。頭部の形状は異なるもののガンダムタイプに見られるデュアルセンサーが採用されており、クロスボーンヴァンガード特有のこの外部認識装置は立体的な解析能力に優れ、物合いの数倍の性能を持っている。メインウェポンとなるヘビーマシンガン内蔵式のショットランサーを装備するほか、高い防御力を誇るビームシールドも装備しているなど、クロスボーンヴァンガードによる小型モビルスーツの先駆け的な機体として優秀な性能を誇っていた。余談ではあるが、本機を民生用改造機となるモビルワーカー仕様に改良したデナンタイプモビルスーツという機体も開発されており、宇宙世紀 O121 に開催されたモビルスーツショーに出品されている。XM02 デナンゲー。前述のデナンゾンをベースに開発されたクロスボーンヴァンガード製の汎用型量産モビルスーツ。ハイブリッドデュアルセンサーなどの基本的な装備はデナンゾンと共通しているが、ショットランサーは排除され、コロニー制圧戦だけでなく宇宙空間での運用も想定されているため、ビーム兵器を中心とした重装備化が施されている。機体全長は 12.5 メートルで非常に小型であるため、高い機動力を生かした一撃離脱戦法を得意とし、セシリー・フェアチャイルド・ベラロナの訓練時に用いられるほか、ブラックヴァンガード対使用機としてザビーネシャルが登場している。 XM03 エビル S。 デッサタイプをベースに開発されたクロスボーンヴァンガード製の偵察用モビルスーツ。右肩部に射出式の偵察用ポッドを搭載しており、ここで収集した情報は
エビル S だけでなく味方機にも共有することが可能となる。主に後述する偵察用指揮官モビルスーツダニールスとともに偵察小隊を編成し、偵察だけでなく脅威度の低い目標への攻撃任務なども担っていた。レーダーなどの索敵装置への影響を避けるためビームシールドは排除されている。 XM04 ベルガダラスデッサタイプをベースに開発されたクロスボーンヴァンガード製の指揮官用モビルスーツ。一般パイロット用のデナン系列とは異なり、背部に高機動デバイスシェルフノズルが装備され、フレーム設計自体も大きく異なるため出力や推力が高い高機動型モビルスーツとして完成。右腕部のショットランサーに加えて背部には家紋や部隊章などをビームで描き、味方の士気向上や敵に対して力を誇示するビームフラッグを搭載している。コスモバビロニア建国戦争においては鉄仮面の長男ドレルロナの上記として運用され、ドレル大隊別名レッドヴァンガードの指揮官機を務めていた。 XM05 ベルガギロス前述のベルガダラスをベースに開発された指揮官用モビルスーツ。ベルガダラスに搭載されたシェルフノズルをさらに強化し、不要なアポジモーターを排除したことで機体の軽量化に成功している。全体的な基本スペックも向上しており、ショットランサーは取り外し可能なためマニピュレーターの自由度が向上。さまざまな武装に対応可能な仕様に仕上がっている。クロスボーンヴァンガードの精鋭部隊ブラックヴァンガードに配備され、隊長であるザビーネシャルの上記として運用された。 XM06 ダニールス指揮官の登場を前提に開発された偵察用モビルスーツ。技術的にはベルガダラスから分岐しているが、偵察用モビルスーツという点においてはエビル S の指揮官機仕様に該当している。その索敵範囲と情報処理能力はクロスボーンヴァンガード製モビルスーツの中でも群を抜いており、ベルガダラスと同タイプのジェネレーターを採用したことで高推力も獲得している。その推力はジェネレーターをバイパスしたエネルギーを利用したことで後述する発電機ビギナギナを超えるほどの推力を誇っている。エビル S と同じく索敵装置に影響を与えてしまうことからビームシールドは装備していないが、原膜欺瞞用兵装として腹部には3連拡散ビーム砲を搭載。戦闘にも優れ狙撃任務にも対応しているため、ダニールスが装備するビームライフルはクロスボーンヴァンガード製モビルスーツの中で最長の射程を誇る。コスモバビロニア建国戦争ではクロスボーンヴァンガードの主幹候補生アンナマリー・ブルージュの上記として運用されたが、ダニールスとともに地球連邦軍へと離反したため、離反後は機体色をクリーム色に変更されている。 XM07 ビギナギナダニールスをベースに開発されたクロスボーンヴァンガード製の高級士官用モビルスーツ。ダニールスを母体に指揮官用のベルガ系モビルスーツの技術を投入したことで、高い索敵能力と優れた機動性火力を併せ持つ高性能機として完成。その総合性能はサナリーが開発したガンダム F91 と互角とも言われ、クロスボーンヴァンガードの象徴となるべくして開発された本機はロナ家の一員であるベラロナの専用機として実験的に実戦に投入されている。しかしアンナマリーと同じく地球連邦軍に離反して以降は鉄仮面が画策したラフレシアプロジェクトを止めるため F91 とともに最終決戦に赴いている。コスモバビロニア建国戦争の終戦と宇宙戦国時代への移行。宇宙世紀 O123 3月31日 F91 とビギナギナの活躍によってラフレシアプロジェクトは瓦解し、立案者である鉄仮面は戦死。しかしコスモバビロニア建国戦争自体は圧倒的な機体性能を有していたクロスボーンヴァンガードが勝利を収め、地球連邦軍の弱体化腐敗がより露見する形となっていった。また勝利を収めたクロスボーンヴァンガードであったが、新たに首領としてクロスボーンヴァンガードを率いたベラロナが反コスモ主義を唱え、創設者のマイッツァーも死去したことで、宇宙世紀 O120 年代中期にはコスモバビロニアも衰退し消滅していくことになる。地球連邦軍の弱体化と強力な宇宙国家となる可能性を秘めていたコスモバビロニアが消滅したことによって、各コロニー軍は自衛の必要性から独自に武装化していくことを余儀なくされ、独立を果たしたコロニー国家が次々と誕生する。俗に言う宇宙戦国時代の到来である。後に宇宙世紀 O150 年代にはザンスカール帝国戦争が勃発し、新たな戦いの幕が上がることになってしまう。以上、
クロスボーンヴァンガード製モビルスーツの謎と歴史に迫る動画でした。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。But here I am, 'cause I'm in